ばんは。はい、劇チャンネルスタートいたします。今日は久々にミニ四駆本気でやってくれるということで作ってくれました中也さんを紹介したいと思います。こんにちは、中也です。よろしくお願いします。多分ね、ミニ四駆関係で知ってる方はいると思うと思うんですけども、今回はなんかしばらくぶりにしっかりオープンを作ったとそうですね。いうことなので、見せてもらってる状態ですね。まあ正直言って既存のパーツがないですまあこれの最大の売りは何なんですかね。最大の売りはですね、すごく軽い。まあもう持ってても軽いですもんね。軽量ですね。通常の今MS のおそらくこれ一応3レーン用に作ったんですけど、3レーン用に作ってても多分重量って MS で今多分 110g とか、だいたいそれぐらいが相場かなと思うんですけど、これは一応 86g。 86ですよ。これありえないですよ。持っててもね、モーターとかなんか全部いろいろ入ってないんじゃないかっていうぐらいちゃんと入ってます。軽いんで、ね、ちゃんと入ってます。すごいよね。これも細かいところはちょっと別でねカメラで撮っていってという形になるかなと思います。まああれですね、どこから説明してったらいいんだろうね。全部だね。そうですね。一応車体は MS フレキ、はいね、で、ブルーのシャーシを使ってて、で一応ですね、はい、こんな感じで旧シャーシですね、旧センター使ってるんですけど、はい、通常のこれアンカーとか、あとは今結構皆さんやってるオートトラックとかは、何もつけてません。ちょっと前の仕様だよね。そうですね、だから懐かしい感じの、本当にスタンダードな感じになってるんですけど、じゃそうですね、リアのバンパーがですね、これピン打ちとか、今ほとんどピン打ちしてる方も少なくなってるんだと思うんですけど、ここカーボンでここの部分ね、これカーボンで軸作ってベアリング差し込んでるっていうちょっと変態バージョンですね。もうこの下もだよね。そうですね、上もね、軸がもうカーボンでできてます。これ横から見た時になんか変な感じするもんね。線しかないから線しかない状態。そうですね、後ろの段階でもそこまで、かなり軽量化のための追求、これはねでも美しいね。一応FRP は一切使用してなくて、全部オールカーボン、オールカーボンでやって、スタビとかも全部やってます。何気に一番時間かかったのはこのフロントのローラーかもしれない。これも手で削って、これねよくねデザインされてるやつがね、マシニングされてるやつなんかあるけど、これは完璧に自分で。これそうですね、1個3ヶ月かかりました。これはすごいな。穴開けてからヤスリで整えて、その後自分でアルマイトしてっていう。はあ、これね、これ近くで見るかな。結構大変でした。これはねちょっと2つ作るのに半年かかって尋常じゃないねでフロントのねローラーのこのカーボンのね、このちょうどこれ今見えるんだけど、ここもね完璧に開いてます。でサイドが3ミリぐらい。そうですね、ここの、止めるところからこっち側だけ、こっち3ミリしてないと折れちゃうので、こっからこっちは3ミリで、真ん中だけが 1.5 ミリっていう。で 1.5 ミリのところもちゃんと抜いてるもんね。でただ四角く抜いちゃうと衝突した時に折れるんですよ。だから真ん中に、分かりますかね、三角形に、これちょっとしたデザインプラス強化、これやるだけで折れないんですよ。びっくりするぐらい。若干の逃げ。そう、これあるとないとで全然違って、前はこれやってないで真ん中ただ抜いてたんですけど、それの時は折れた。すぐ折れました。
これにしてから今までずっとこれ使ってるんですけど、一回も折れてないんですね。いやこれねもうとりあえずね突っ込みどころ満載なんですけど、まあ、ローラーもこれ自分の手作業で、まあ、当たり前ですけどスタビ系とかスタジオもそうです。あとまあフロント提灯のね部分もかなり軽量化されて、まあはいピンっていうピンがまあ中空でまあ当たり前のようになってるし、これフロントのね提灯のところ俺パッと見た時にねこの上も黒でここもね上も黒で全部こっちもここも黒からこれカーボンで作ったのかなと思ったらここのちょうどフロント提灯がぶつかるところがピニオンでしたっけ？そうです。カーボンピニオン、黒いカーボンピニオンを、そうだね、薄く筒状にしたのを、ネジの上にかぶせて、でそこにですねこのカーボンの穴を広げて、そのピニオンの筒に合うようにして入れてると。ここよくね普通の人型って真鍮のね土管と言われてるタイプのやつを入れてルーターで合わせて、まあ、斜めにこうダイヤモンドヤスリとかでねこう動きやすいような可動域を作ってっていうパターンだけど、あれよりははるかにこっちの方が摩耗がしないよね。摩耗しないですね。これはね真似したいねこれいいね。で筒を穴に合わせてるので、横ブレがしない、これがね大体の車ここでこうやった時にこの横ずれがこれほとんど皆無ですね。これシャーシごと動いてるからね、これがあるとねやっぱりどうしても車が左右に揺さぶられちゃうし、あと飛びもねこれがやっぱり斜めに上がったりとかのね動きが出てくるから、コーナーからのジャンプとか、うん、コーナーから下りっていう時にこれがどうしてもガバガバ動いちゃうと、そっちの方向に遠心力で持ってかれちゃってまっすぐ飛ばないっていうことがあるんで、ここは皆さんも作る時は結構気をつけて、あまり動かないように。そうでも初めはねそうなんだけどね走らせていくうちにどんどんガタが増えるからね。ありますね、広がっちゃいますね、どうしてもねさっき言った通りネジベースにしてるからそれのネジってあれよくよく見てこうやって動かしたら要はヤスリがけしてるのと一緒なんだよね。鉄でヤスってるような、だからそこが完璧に真鍮って削りやすいからなおさら広がってくる。もちろんカーボンそのまんまでもカーボンに鉄ヤスリを地味にこう当ててるのと一緒になるから、そこら辺の部分はこれねなかなか他の部分もなかなか真似できないと思うんだけどここぐらい多分できるんじゃないかな。これは結構おすすめですね。これはねここの部分のね中にカーボンのピニオンを削ったやつをネジの外側につけて削ると。そうです。でこの穴に合わせると。はい。なるほどなるほど。ネジしないから外してみましょうか。そう、じゃあ提灯外してこれをですね、どういう風になってるかっていうと、よいしょ。こうなってて、ここを見ていただくと分かるんですけども、これがですね、これです。ああなるほど。これがカーボンピニオンの外側を削って本当にただの筒状にした薄っぺらいものにして、これをネジ山に入れるとこのネジの部分のギザギザをカバーしてくれるっていう感じになって、そしてこっち側が刺さる、こっち側がこのカーボンピニオン筒の大きさに合わせてちょっとだけ広げてあるので、でこれをただあとは差し込むだけ。これによってギザギザの部分に当たらないという。ボディちょっと取っとかな。中も見せてもらって。中はこんな感じです。中もね普通じゃないですね。カバーがない。はい。これは強化の、ギアカバーで、で完全に前後に切り離してます。前のところだけと、あと後ろと、これだけです。後ろはそうだね、そこだけで、あとはここからのステでモーターを押さえてると。はい、これはカーボンを使って、このモーターを前と下にこう斜めに押さえつけてる感じで、こういう感じの力点だね。そうですね。この MS シャーシってモーターをこう滑らして、ここだけをパチンと入れる感じになってるので、どうしても走った時の着地の衝撃でここが浮いたりして
ターミナルとモーターのはいはい端子が離れたりして接点圧が弱まって、あれだよね、モーターを押した時に回転上がったりとかするよね。そうですね、はいはいはい。それがあるので、もう鼻からどんなところから着地しても絶対にモーターが浮き上がらない、常に押さえつけられてる状態にすると、いろんなセクションの例えば着地後のダッシュとか、そういうのが飛躍的に上がる。そうだね、その時のトルク抜けがないっていう感じになるんだね。ちなみにこれ根元の方はバッテリー押さえも兼用になってるので、モーターを押さえつつバッテリー押さえになってるので、電池をこう滑らして入れていくような感じにしてます。でもちろん上のカバーは、モーターカバーつけないでこの横につけてるね。これゴム？これはプラですね。プラだ。はい。これでパコンという感じ、そうです。ゴムの方が電池傷つかなくていいかもしれない。いやとりあえずね、普通の人が真似できないような加工ばっかりで、何グラムだったっけ？86グラム。でもね、センターとかをねそのまんま何もいじってない。そうですね、センター抜いちゃうとせっかく固めたモーターマウント部分が逃げちゃう、弱くなっちゃうので、そこは抜かないように。フレーキの精度もね、当たり前ですけどかなり減衰がかかっていい感じですね。ひねり系は全く受け付けないがっちりとしたフレーキですね。でフロントバンパー下もね、これ今バンパーブレーキつけてないから、ですね。タイヤは、台形3本カーボンかな。これカーボン強化の3本スポークで、中空ペラ。そうですね、これは中空ペラですね。中空タイヤを、切り取ってペラタイヤにしたもので、表面幅もギリギリかな。これは 8.1 ミリ、1ミリね。はい、素晴らしい。じゃあボディつけてください。はい。これは結局もともと持ってるやつもあると思うんですけど、どのぐらい時間かかる感じですかね。これですね、想像を絶するんだけど、人によってMS フレキ自体が多分人によって作り方も違うんですけど、ただ今主流の作り方ってマウントの穴を掘ったりとか、支柱を掘り込んだりとか、っていう感じで既存のところを合わせてそこにバネを入れる感じだと思うんですけども、私の場合はなんか全部切り取って、支柱を自分で作って入れて合わせるっていう感じになるので、そうですね、1ヶ月ぐらいですね。まあ久々にねちょっと本気でやってくれるっていうことでね、ちょっとやってくれようと言いましたけど、ここまでやってくれるとは思いませんでしたからね。まあでもあれだね、今の立体のコースに関して言えば男仕様だね。そうですね、ちょっとやっぱりレース速く強くやっぱりちょっとかっこよくっていうところも意識して、かっこいいのはもう揺るぎないね、これはね。ありがとうございます。とやっぱり作る時はそうですね、丁寧に、本当にそれだけは気をつけて丁寧に私はミニ四駆のお師匠さんにも丁寧に作りなさいって言われたんです。お師匠あんまりやってないみたいだけどね。あんまりやってないですね。お師匠さん今目の前にいます。最近ね、でもちゃんとやってる。最近やってる。これからちゃんとやります。いやもう本当にお師匠さんに見せるのに恥ずかしくないマシンを作るんですよ。数倍もクオリティ高いのね、作りますんでね。トゥーヤが入ってるあれなのかな、チームの。そうですね。私今バットヘッズっていうヘルベントっていう、バットヘッズの中の派生チームもあるんですけど、バットヘッズとヘルベントっていうチームの方で今やって、本州がメインなんでっていう感じですかね。あれだよね、全国にみんなそのメンバーいるような感じなんでしょ。そうですね。関東だったりとか東海、ツイッターとかでたまにこのアイコン、あれみんな合わせてるのかな、なんか。そうですね。アイコンとかで見るけど、みんないかつい車しか作ってないもんね。そうですね、もう本当にすごいわね。もう
どっからどんなのが飛び出してくるかわからない、とんがった人ばっかりみたいなね。そうです。いや本当でもミニ四駆好きだっていうのがね、はい、好きだっていうのが見えますね。はい、あとはまあ自分は走らすとしたらそうですね、地元のビーチョップ手塚に来て、一緒に地元の仲間と一緒にやったり、そうね、最近はなかなかねできなかったんでね、はい、あとまあハイファイブさんの大会のね方とかそうですねに出たりとか、今北海道の方ではねハイファイブさんがいろんなところでねやられてるんで、かなり、ミニ四駆のねそういうしっかりやろうとしている人方の目標になるやつをやってるから、うちのコース、うちはねどっちかというと SR クラスとか PWS とかあるから、はい、どっちかというとねオープンガンガンやってる人よりではないんだよね、幅広くミニ四駆を楽しもうっていう感じの。そうですね、なんかこうミニ四駆の基礎がまあ基礎って一番もちろん大事なので、その基礎を養えるっていうのが、例えば素組みでこうすると速くなるとか、無加工でもこういう組み合わせでやれるとか、そういうのができる環境っていうのは実はすごい大事で、そこで育ってそこからもうちょっと難しいマシンを作っていくっていう段階踏めるっていうのはすごくいいことだと思います。僕もすごく勉強させてもらって、そういう感じでね考えてもらってね、特に前あれだよね、昼夜の SR なんかべらぼうに速かったしもねノーマルモーターのクラスですね。ねまた作ってくれれば、俺もべらぼうに速い MS あるからさ、あえて出してないんだわ。なるほど。ちょっと引かれるから昼夜が出てきたんなら俺MS 使う。なるほど。 MS は MA か MA、やっぱり MA 速いですよね。MA 速いです。それではね、話してたらキリがないのでこの辺にしようと思いますが、今回は、昼夜さんの本気のオープンマシンを紹介という形になります。はい、昼夜さんありがとうございました。ありがとうございました。またいろいろやりますんでね、よろしくお願いいたします。チャンネル登録してね。よろしく。ありがとうございます。